こんにちは。ともです。池谷です。今日も YouTube 撮っていきたいと思います。お願いします。今日はですね、初めてスピード選手のゲストを呼びたいと思います。今日本で一番熱い男、安川潤くんです。お願いします。お願いします。はい、お願いします。お願いします。いや、本当に2人とも SJC お疲れ様です。お疲れ様です。1位と3位おめでとうございます。ありがとうございます。どうだった？レベル高かったですね。レベル高かったね。潤くんはどうだった？いや、僕最後に出たのが2年前なんですけど、その時の印象が強くて、今年出てみたら本当に5秒台の選手もいっぱいいて、もう本当に失敗できないなっていう緊張感がすごかったです。なんかもう大会前にさ、自分が一番速いタイム出してたからさ、逆にそういう緊張があるよね。速い。そうなんですよ。タイム的には優勝を、狙える位置にいたので、もう本当に8分の1ファイナルの時から、もう緊張バクバクでした。確かに顔が緊張してた。もう引きつってましたね。池田よ、緊張した？緊張してないと思ったの。なんか普通に前日とかもなんかいい感じだと思ったら壁の前に立ったら緊張した震えるってなった。震えたね。それやべえと思って。いやでも暑かったわ。なんか初めて自分が関係ない状態で見に行ったから、ああそっか。すげえ楽しかった。じゃあ早速じゃあ潤くんちょっと自己紹介を。はい、安川潤です。19歳です。今年はスピードメインでワールドカップの優勝と世界選手権でオリンピックの代表権を取るのを目標に頑張ってます。よろしくお願いします。若い。じゃあちょっとどんどん質問を考えてきたので聞いていきますよ。はい。じゃあまずいつからスピードをやってたのか。スピードは、今次大学2年生なんですけど、中2、3のあたりに始めて、世界ユースの選考にリードボルダーとスピードが加わったんで、その時に初めてスピード触ったんですけど、それが楽しくなっちゃって今はスピードも単種目の選手としてやってます。なるほど。はい。その頃か。でスピードが得意っていうのはいつ気がついた？全然そういうの考えたことなくて、もう本当に僕楽しいことやりたいなっていうタイプなので、スピードを追求していくのが楽しくなって今に至ります。なるほど。はい。いいですね。いいね。しっかり答えられてるのすごい。あ、本当ですか？よかった。だってもう数年前までいくら何も答えてない。いやいきますよ。いきます。今のムーブ構成はなんか世界は結構トモアスキップ、マルチン、アーテムってなってるけど、なんかアーテムに変えた時期とかはいつ？それこそアーティムが、ロシアで初めて出た時の大会を見てて中継で、これできそうと思って始めたんですけど、2年前の冬かな、2021年の冬だったと思います。その時にもう本当生まれてすぐ触ってみて半年やってみたんですけど、実際タイムは上がったんですけど、安定感が本当に出せなくて、一旦ストップでサブリに戻して、もう本格的にアーティムを大会とかでも取り入れ始めたのは去年の夏です。でちなみにアーテムに変えたメリットはある？純粋にタイムがサブリよりも速いです。どのぐらい？0.2 秒ぐらいは多分速くそれめちゃくちゃでかいけどねと思うんですけど、僕サブリがもともと苦手で、逆にアーティム細かい動きなんでそっちの方が自分に合ってて、多分0.4ぐらい上がってる気がします。そこだけで。じゃあそこが一番大きいの最近だから。そうです。アーティム結構得意なんで池田よハマってます。サブリがなんかパワー9テクニック1みたいな感じだったら、アーテムがパワー7テクニック3ぐらい。なんか確かにテクニック派に寄ってる感じがあって、手と手の距離もちょっと近くて、確かにさばくのが難しいけど、その分うまくやれば速いから。じゃあ細かい微調整がある意味しやすいみたいな。で俺は今テクニックのところにボコされてる。難しいって言ってテクニックを身につけてるのか。SJC で4秒出しますって言ってたけど、実際あとどのぐらい出そう？調子にもやっぱり寄っちゃいますけど、この後シーズン入るんで、ワールドカップの、そうするとなかなかタイム上げてきづらいと思うんですけど、5-0は少なくともすぐ入れると思います。本当になんなら次の練習とか、タイミング次第で出ると思ってますし、そっからあと 0.1 秒削れるかどうかはちょっとまだいつになるか分かんないです。まだそこは今年中狙っていきたいです。もう普段は結構一人で練習してる？そうです。一人で練習してるか、結構最近池田君よく一緒に練習させてもらってます。一人で練習してでも結構タイムは出せるっていうか更新できる時もある？
更新できる時もありますけど、僕自己目指してるの本当にマジで池田君の前しかないですこの子前かわいいいや本当に1年前からベスト出す時絶対池田君います。あ、じゃあ一人よりもやっぱ見られてる方が頑張れるタイプ。特に池田君でも嬉しいもうねあれ専属じゃあもうちょい詳しくだけど、あとどこを変えようとしてるかとか気になる言える範囲でいいけど、まあカブがやっぱ遅いです。その同じ51を僕ベスト51なんですけど、同じ51を持ってる選手でもカブもっと早く通過してる選手とかいたり、まあ僕は上部が得意なんでそこでタイムを稼いでて、逆にカブがちょっと周りの選手より遅いんで、8番までマルチン終わったまでですね、11番まで、ああ11まで、はいが遅いんで、そこが課題かなと思って、まあでもしばらくはワールドカップに向けてたくさん本数こなして、まあ洗練させていこうかなっていう方針です。確か洗練された登りだもんね、順君ですごい。本当ですか。結構技術は追求してきました。つなぎがさ綺麗だよね、ムーブとムーブの。パワーに寄ってるっていうよりかは本当に技術の追求で速くなってきたっていう感じです。僕はでも技術に寄ってる方がミスしづらい。そうですね、イメージがある安定感は結構自分で武器だと思って。なんか決勝とか見ててもすごい安心感あって動き。本当ですか。嬉しいです。暴れてない全然暴れてもできるの、やろうと思ったら。逆に SJC は勝ちにいってたんで、それこそもう 5-3 で固めてましたね。そっかそっか。出力が 8.5 割ぐらいしかまあ出してなかったですね。それすごいわ。そうです。まあ確かにマックス出さないと4級とかベストタイムは出せないかなっていう。そうだよね。はい。ちなみにその8番までとか11番までとかで誰が一番速いの？日本だと誰が速いですか？日本だとりょうくんか大政君？りょうくんかな。大政君は下型。下が一番下型だね。でもさ、バリ下型。まずさ上が速い人って珍しくない？日本人で。そうだから珍しい。そうだよね。アーティムが自分にすごい合ってて、しかもめっちゃ練習してきたんで、マジでうまい。嬉しいです。逆に僕は出力がまだもうちょい欲しいです。あ、そうなんだ。筋力的に本当に全然細いんで僕まだまだ。でもなんか動きを見てる感じはね、すごい力強く見えてる。本当ですか？足りてる感は。なんか技術が結構追求してきたんで、その流れつなぎとか全然止まらないからスピード出てるように、無駄がなくて出てるように見えるかもしれないですけど、出力自体は全然もう池田君よりももう格下なんだ。じゃあ俺はもっと速くなれる。もちろんです。ブレインの問題ってこと？でもそう、潤くん練習してる時めっちゃ考えてるから。本当ですか？そう。プランを立てるのがうまいってこと？練習の。例えばここを直したら、全体がこう変化するからタイムがこのぐらいになるだろうみたいなのを考えてる。そうですね、それもめっちゃ考えてますし、結構でも試さないと分かんないこととかも多いんで、まあ確かにもうしらみつぶしに一個一個やって自分に合うのを試していくっていう形で練習してます。だから練習が長いのか。なんか長いイメージがある。めっちゃ長いです、全然スピードだけでも本当に8時間とか全然登ってられるタイプで練習してるそうだったびっくりした。数8時間もできないけどね。いや楽しくなっちゃって本数も出してるでしょ？本数出してます。で川とかは大丈夫なの？川はもう我慢です。我慢だ。あれ？我慢か。我慢と気合いです。いいね、爽やかで。気合だ。すごいよ。なるほど。潤くんはボルダーもすごい強いと思うんだけど、いやその割合とか今割合は本当に10-0でスピードやってるかもしれないです最近は。すごいね。前までもっとボルダーやってたよね。前まではなんなら本当に7-3とかで7がボルダーとかだったんですけど、去年の最初3月にSJC 出れなくて、ちょっとコロナウイルスかかっちゃって、でそこで一旦調子が落ちちゃったんでスピード見直してちょっとスピードにもうちょっと向き合おうって始めてからどんどんタイム伸びてて、ちょっとオリンピックも見えてきたんで、本当に今年はスピード1本でやっていこうかなって思ってます。なるほどね。なんかいつだっけ、あれ盛岡かなんかの時にさ、病気明けみたいな時なかった？怪我明け？あれです、隔離明けです。隔離明けか。ソルトレークシティから帰ってきて2週間隔離して練習なしで行ったんですよ、盛岡で。そうだ。でまあまあタイム良くなかった、その時。優勝しました。そうなんですよ。俺あの時にやべえなこいつと思ったんだよね。なんか全然動いてなくてやばいみたいに言ってて、なんかタイム良くてイメトレしてから行きましたみたいな言いました。どういうことこいつと思ってカマキリと戦って本当バキの世界じゃんと思って。イメトレやっぱすごいしてる。めっちゃしてますね。頭の中でしっかりつなげて登れさえすれば体もついてきます。1
家でめっちゃイメトレしてから来ますもん練習。あ、そうなんだ。は再現性のスポーツは大事か。い、そうですよね。やっぱ頭で追いつかないと体で絶対追いつかないじゃないですか。確かに。しかも考えてる暇もないし。ですよね。そうだね。わかるわ。っていうので、まあイメトレはめちゃめちゃしてます。すごい。いやいやいや。するわ俺も。もっとしてる。それは一人称でってこと？三人称？全部やります。全部だ。全部やんだ。外からよく YouTube とかで追っかけてる映像でもやりますし、あと自分が登ってるのと、あとは海外選手に合わせてその速い人の動きに合わせてイメトレとか3種類ぐらい掛け合わせてやってます。それイメージできるんだ。ね、じゃあもう本当に練習8時間やって練習してない時も考えてたらさずっとやってる。一生もう脳も筋肉痛じゃん。そうなんですよ。頭疲れますめちゃくちゃ。そうだよね。あ、クライミング好きなんで。あ、すごいな。レストビタ何してるとかあんの？趣味とかあんの？俺逆に全然知らないそれ。確かに。いや趣味マジでなくて、本当に何やってるんだろうってぐらい何もやってないです。あ、じゃあレストビはもうちょっと家でダラダラしてる。めっちゃダラダラしてます。漫画読んだりとか。あ、漫画前ソルトレイクでさなんか漫画のさ普通に本いっぱい持ってきてなかった20冊ぐらい持ってきます。大学にあれで持ってくる、単行本で持ってくるんだ。いやこの時代に iPad とかで読まないやついるんだと思っていやなんか TSUTAYA でめっちゃ安くレンタルしてきて、俺もやってた昔あ、じゃあ漫画がまあある意味漫画趣味みたいな結構はい読んでますね。あとはまあ本当だらだら携帯見てたりとか、なんか YouTube 見たりとか、アマプラとかアニメ見てたりとか、まあちょっと走ってぐらいですね。あベストビューはまあ確かにそんだけ普段追い込んでたらねじゃあ世界選手権にはい。向けてそれまでのワールドカップどうしていきたいとかとりあえずワールドカップので世界ランキングがほぼ決まるじゃないですか。でその世界ランキングで来年のオリンピック最終予選いけるかどうかもう決まっちゃうので、まあ本当に一戦一戦大事に、まあでもワールドカップももちろん優勝狙ってきますし、世界選手権でなんならオリンピック決めちゃいたいなっていう気持ちです。まあこのままタイム上がり続けたらありえるワンチャンありますよね。いや日本人でそんな人があると思うねいやまあ10年後とかはあるかなと思ったけど、確かにすごいな。大学卒業した後とか、なんか正直そのプロになって、まあ、日本のスピード界を引っ張っていったりとかいける可能性があると思うんだけど、はい、そこはどう考えてる？まああれです。僕大学卒業したら、まあどういう形にしろクライミング続けていきたいなと思って、まあ世界に出れるような、まあそのスピードもボルダーもってなるのか本当に全然そこは考えてないんですけど、まあそうですね、世界で戦える選手になるためにちょっと大学終わっても、まあ、やっていきたいな、やれる形を見つけていきたいなとは思ってます。まあどういうその、まあ、ジムにいるにしろ、まあどういう形で活動していくかわかんないですけど、とりあえずクライミングの選手としてやっていきたいなっていうのはあります。でもまあ本当にそれこそね、世界選手権とかで結果出したりオリンピック出たりしたらね、全然あるね。日本のスピード界が明るいぞ。長いです。はい、じゃあこんな感じで今日は安川潤君の話を聞いてきました。ありがとうございました。すごい爽やかで好青年です。池田なんかありますか？頑張ります。でもまあ2人はいいよね、一緒に今練習したりそうなんですよしてて高め合えるし、めっちゃ刺激もらってます。俺ももらってます。はい、じゃあこんな感じで今日は終わるので、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、ありがとうございます。